この写真の意味わかりますか？立ったまま縛り付けられひどい扱いを受けている女性。この女性、罰を受けているわけでもましてや罪を犯したわけでもないんです。にもかかわらずなぜこんな目に遭っているのか。この写真の裏には暗く陰惨な歴史があったのです。はいどうも、アルコメトリーのケンちゃんです。どうも、みんなの心のオアシスヤミヤミ。はい、というわけでですね、恒例のね、意味がわかると怖い写真シリーズ。また来た。これまでも様々な意味がわかると怖い写真を紹介してきたんですが、今回は人間の狂気が垣間見える意味がわかると怖い写真を紹介していきます。狂ったやつほど怖いのよね、ほんと。狂気が巻き起こした目を覆いたくなるような悲劇。写真から浮かび上がる恐ろしい人間の狂気の本質とは。拘束し隔離された女性。1枚目はこちら。立ったままロープで地下牢のような部屋の壁に貼り付けの姿勢で繋がれている女性。パッと見ただけでゾッとする光景ですが、彼女はなぜこのような目に遭っているのか。何か罪を犯し牢屋に繋がれ罰を受けているかに思えますが、実はこの女性、罰を受けているわけでもましてや罪を犯したわけでもないんです。では一体何をしているというのか。吊るされている女性、実は精神病患者なんです。この写真は1900年にフランスで撮影されたもので、昔本当にあった精神病患者の治療風景なんです。当時はこうして吊るすように拘束し隔離することが正しい治療と考えられていました。イカれてんな。それにしてもなぜこのような非人道的ともいえる治療がなされていたのか。そこには当時の時代背景が深く関わっていたんです。当時精神的な問題を抱える人々へ向けられる世間の風当たりは非常に冷たく、人間とみなさないという現代では到底考えられない思想まであったんです。そこに精神医療の発達も不十分という側面も相まって、昔の精神科医は患者を使ってあらゆる治療法を実験していたのです。精神病患者に対する非人道的な治療はこれだけではありませんでした。これは1938年オランダで本当にあった強靭椅子と呼ばれる治療器具です。行儀が悪いまたは荒々しい感情を爆発させた患者に用いられました。これは1908年アメリカジョージア州ミレッジビルの州立病院で本当にあった蒸気箱と呼ばれる治療器具。このようにこれらの治療は精神病に対する効果が特に見られないにもかかわらず、非人道的かつ破壊的な方法で行われることもしばしばあり、この時代に不幸な目に遭った患者も大勢いたんです。いや、なんかこういう治療に限らず昔の治療ってめちゃくちゃ信じられないもの多そうじゃない？いや、そうなんですよね。ローソン一家の家族写真。2枚目の写真はこちら。一見ありふれた家族写真。この写真は1929年アメリカノースカロライナ州に住むローソン一家がクリスマスの1週間前に撮影した家族写真なんです。この写真には一体どんな怖い秘密が隠されているというのか。写真の後列右から2番目に立っている男が一家の父親チャールズ・ローソンなのですが、チャールズはこの撮影の直後、写真に写っている家族を殺したんです。一体なぜそんなことが起きてしまったのでしょうか。ローソン一家はノースカロライナ州でタバコ農家として食いつないでいた非常に貧乏な一家だったんです。その貧しさからチャールズはいつも多くのことに頭を悩ませていました。そんな悩みから解放されたいがためにチャールズは1929年のクリスマスの1週間前、家族を殺すと決意。怖えな。お金の心配をする必要がなくなったチャールズは写真屋で家族写真を撮影。その1週間後のクリスマスの午後、計画を実行に移したんです。チャールズは12口径のショットガンを持って納屋に隠れ、叔父の家に行く途中の娘キャリーとメイベルを待ち伏せし、2人を至近距離で撃ち、銃の大尻でとどめを刺しました。そのまま母屋の方へ戻ると、玄関先で妻のファニーを撃ち殺し、家の中に突入。その光景を目撃していた娘のマリーは悲鳴を上げるも、チャールズは彼女を平然と撃ち、逃げる幼いジェームズとレイモンドを追いかけて仕留め、最後はまだ生まれたばかりの赤ん坊メアリー・ルーを殺害。殺戮を終えるとチャールズはその後すぐに森の中で自殺しました。ただ一人生き残ったのはその時家にいなかったアーサーだけでした。ここまででも十分恐ろしいんですが、この写真にはまだ怖い真実が隠されているんです。その真実とは何か。それはチャールズが殺した家族の人数はチャールズ自身も含めて9人だったということ。そう、8人ではなく9人。おかしいとは思いませんか？写真に写る家族の人数はチャールズ自身を含めて9人。しかし先ほど言ったようにアーサーは殺されませんでした。とするとチャールズが殺した人数は自身を含めて8人のはず。ではチャールズが殺したもう一人は一体誰なのか。それは娘のマリーのお腹の中にいた赤ん坊。
チャールズはお腹の中の赤ん坊もろとも娘のマリーを殺したんです。そしてその赤ん坊の存在こそがチャールズが一家殺害を計画した最大のきっかけだったそうです。一体どういうことなのか。チャールズの娘マリーのお腹の中にいた赤ん坊、実はチャールズの子供だったんです。そう、自らの愚行によるマリーの妊娠によりチャールズは気を病み、その身勝手すぎる悩みから解放されたいがために家族を殺すという恐ろしい答えを出したんです。ありふれたこの写真は錯乱した一家の父親によって惨殺された家族の最後の記録だったんです。今殺すって決めた直後に写真撮るってどんな心理なの？怖いですよね、怖いわ。エド・ゲインの記念品。最後の写真はこちら。使い古されたような手袋の写真。この手袋をよーく見るとお気づきでしょうか。この手袋の素材、実は人間の皮膚なんです。このおぞましい手袋を作ったのはこの男。世界中でヒットした恐怖映画サイコ、羊たちの沈黙のモデルにもなったシリアルキラーエド・ゲイン。彼はその類を見ない猟奇性や異常性から20世紀を代表する殺人鬼の一人に挙げられる男。映画にもなったエドの猟奇性や異常性とは一体どんなものだったのでしょうか。エドはアメリカの中北部ウィスコンシン州の中央に位置するプレーンフィールドという人口600人ほどの小さな町に住んでおり、何でも屋として柵や屋根の修理から農場の草むしり、さらには子供のおもりをするなどして働いていました。しかしそれはあくまで表の顔。エドは1947年、当時41歳の頃から複数年にわたり墓地を数十回訪れ、埋葬されたばかりの女性の死体を多数掘り返すなどの行動を繰り返していたんです。怖っ。そして墓荒らしだけでは飽き足らなくなった1954年、この町で墓場を営むメアリー・ホーガンという中年女性をその手にかけたんです。メアリーの殺害現場には争った形跡はなく、現金が盗まれるといったこともなかったため、動機が全く不明で、警察は解決の糸口がまるでつかめなかったそうです。エドはさらにその3年後の1957年、町で金物屋を営むバーニス・ウォーデンという中年女性を殺害。しかしバーニスが最後に目撃された時にエドが居合わせたこと、さらに現場からエド宛ての不当益購入の領収書が見つかったことから、エドは武装強盗の容疑で別件逮捕されることになったんです。そして警察が彼の屋敷を家宅捜索に入った際に最初に発見されたのがバーニスの遺体だったんです。そしてそこで発見したのは遺体だけではありませんでした。遺体を加工して作った数々の食器や家具、そしてアクセサリーなども見つかったんです。警察による家宅捜索で発見されたのは人間の皮膚でできた手袋をはじめおぞましい品々。ここでは紹介できないもっとひどいものもあるんです。エドは遺体で作ったこれらの品々を記念品と称し異常な喜びを感じていたんです。最終的にエドの家からは全部で15人の女性の遺体が見つかり、事件の異常さにエドは性的サイコパスとして診断され、刑務所ではなく精神病院に収容されます。そして1984年78歳でこの世を去るまで精神病院で過ごしました。病院内では入院していた青年に死体加工の愉快さやその方法を語っていたといいます。いや、怖すぎだろ。エド・ゲインが起こした犯罪史に残る凄惨な事件、その現場となったプレーンフィールドでは今でもこんな小話が残っています。昔ウィスコンシンの片田舎にエドという小男が住んでいた。女を口説いて誘う術を知らなかったエドは女が欲しくなると墓場から連れてきた。イギリス人女性を殺害後、たった一人で2年7ヶ月もの逃亡劇を演じた市橋達也。彼は捜査から逃れるため自らの手で整形し、沖縄の離島で過酷なサバイバル生活を送った。日本中を騒がせた逃亡劇の驚きの方法とその結末とは。オランダにあった精神病を治療する道具の名前覚えていたな。